んにちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は IKEA の新商品紹介していきます。特に早く売り切れてしまいそうなものから紹介します。 IKEA は新商品が売り切れるのが本当に早いです。一度売り切れると数ヶ月買えないなんてこともよくあります。ぜひ売り切れ前にチェックしてください。全然買うつもりじゃなかったのに思ったより良くて購入してしまったこちらの新商品を紹介します。日産フォースというワゴンの小さいバージョンが新しく出ました。色は白と黒の2色展開です。私も一緒に写ってまして、サイズ感伝わりますでしょうか。かなり小ぶりなサイズ感となっているんですけども、幅もすごく細いんですよ。幅は約18センチです。意外と安定感があったんですよね。もっとフラフラするかと思ったんですけども、こちらが通常サイズっていうか前からある日産フォースワゴンです。だいぶサイズ感違いますよね。もう直線的な美しいデザインはそのままなんですけども、かなり小ぶりになったため狭いスペースで活躍できそうです。一番上だけメッシュ板がついているのも同じですね。でこのまたタイヤがですね、前方向っていうんですかね、4輪ともじゃなくて2輪だけキャスターになっていて、なのでちゃんとこう止まるんですよ。でも移動は結構楽にできました。ホワイトでもキャスターはブラックがついていました。このね薄さ、この細い売り場もねめちゃくちゃ細い位置に入れられてたんですけど、この細い位置に入るのがすごいなと思いました。私実際購入したんですけどまだ届いてなくって、届いたらまたレビューしたいと思います。こちらのディスプレイではデスクの下に使われていました。これすごくいいアイデアですよね。デスク周りってこまごましたものたくさんありますから、細い棚のように使えますし、それでいてさっと引き出すこともできて便利そうです。通常サイズの方の日産フォースも安定感があることに定評がありまして、こんな風に炊飯器なんか載せちゃったりしています。棚っぽく使えるので人気のある商品です。私も白色を子供部屋で棚みたいに使っています。ここから怒涛の新商品を紹介していきます。まずフリーザーバッグです。一番よく使う M サイズのセットが新しい柄が出ています。 IKEA のフリーザーバッグはダブルチャックになっていて、より中身が漏れにくい構造になっています。また柄がおしゃれなのも特徴ですよね。もう一つとても可愛い柄が出ていました。薄いピンクですごく北欧らしい柄で可愛いです。こちらは1リットルサイズで国際線の液体入れにも便利です。すごく面白い商品が売っていました。プレートスタンドという商品で、このお皿は含まれてません。このスタンド側ですね。お手持ちのプレートを置いて華やかなテーブルコーディネートを楽しめます。アフタヌーンティーみたいな優雅なことができちゃいそうです。すごく場所を取るのがなと思いましたけども、分解できて収納時にはコンパクトになるそうです。公式サイトを見るとちょっと深さのあるプレート皿を置いてました。すごいゴージャスですね。一緒に使ったら素敵そうなティーポットが新しく出ていました。意外となかったシンプルで長く使えそうなデザインです。持ち手も大きくて安定感がありそうです。すごくおしゃれなシリーズが新しく出てました。まず塩コショウを入れる容器なんですけども、デザインがとってもかっこいいんですよ。スチール製なんですけども、先端の方はマットな質感になっていて、ちょっとグラデーションみたいになっているのもとてもかっこいいです。そこはウッドが使われてるんですよ。そこもすごくおしゃれですよね。でこのシリーズ本当かっこよくって、このね容器もすごく良かったんですよ。実際触ってみるととても重厚感がありました。で蓋はパッキンがちゃんとついてまして、意外と密閉できるような作りになってます。キッチン用品ですけども、本当装飾としてもとてもかっこいい商品だと思います。だけどキッチン用品なのでちゃんと食品入れても大丈夫ですし、食洗機も対応しています。もうなんといってもこの蓋の溶接部分っていうんですか、すごい工業的なデザインが効いててすごくかっこいいです。ちょっとね IKEA っぽくないっていうか失礼かもしれませんが、
高見えします。でこちらサイズは2種類ありまして、こちらが小さい方 0.6 リットルサイズで、左側のが大きい方で 1.5 リットルサイズとなっています。このシリーズほんと揃えたらかっこいいだろうなと思ったんですよね。こちらはカラフェです。結構大きめで1リットルサイズとなっています。たっぷり飲み物を入れることができますね。こちらも食洗機対応となっています。私あまりカラフェは使わないので、植物に水やるのに使ったらおしゃれかなとか思ってました。背が高い、ね、枝物の花瓶にしてもおしゃれかも。ちょっとまだ見つけられなかったんですけど、このシリーズもう一個サービングボールもあるみたいで、出るのを楽しみにしたいと思います。ピクニックグッズがたくさん出ています。 IKEA は毎年この時期になるとクーラーバッグが出ます。毎年色やデザインが違うんですけども、今年はこんな赤色、ポップな赤とオレンジのカラーが出ています。結構この小さいサイズは売り切れることが毎年あるあるなので、お早めにゲットしてください。こちらはピクニックセットです。以前からこのベージュのタイプは売ってたんですけど、今回はとてもカラフルなバージョンが出ていました。こちらは全部で21点セットとなってまして、4人分のコップ、プレート、カトラリーがセットになっています。今回こう色がねマルチカラーなので、何色が誰って決めやすくていいですね。見た目以上に軽かったです。すごい薄いですもんね。収納用のトレイみたいなのもセットになって、このメッシュバッグもついているので、収納も持っていくのも簡単でいいですね。たっぷりマチのあるサイズ感のバスケットが出ていました。これを持ってピクニックに行けってことですよね。もう薄々分かってたんですけど、もう夏なんですよね、IKEA は夏らしいカラーリングで可愛いです。バスケット自体はとても軽かったです。こちらはちょっとびっくりした商品です。グリーングレーのようなとてもおしゃれなプレートだなと思って見ていたんですよ。そしたらなんとこちらプラスチック製でした。めっちゃ軽くてびっくりして、めっちゃ振り回してますけど、パッと見わかんないですよね。これも相当軽いので、ピクニックに持っていくのにとてもいいんじゃないかなと思いました。いや、家でお菓子とか食べるのにもとてもいいかなと思います。そして安くてさらにびっくりです。電子レンジも対応、食洗機も OK というふうに書かれていました。サイズは4種類売っているみたいです。のボールタイプとプレートが3種類あるんですけど、一つはですね、こんなちょっと深さのあるプレートもありまして、お菓子を食べたりするのにぴったりだなと思いました。お子様向けの食器として IKEA で有名なカラースシリーズがありますけども、久しぶりの新色登場です。もううちも何年使ってるっていうぐらい使ってますけども、原色なんですよ。今回すごくパキッとした。こちらはカップ6個セットと、あとこちらはですね、ボールの6個セットです。すごく軽くて使いやすいんですよね、お子様も。以前は BPA フリーという点もカラースの魅力としてよく注目されていました。 BPA はプラスチックの原料の一つで、健康への影響が懸念されている成分です。 IKEA では食品に触れる製品は2012年で BPA をやめていて、日本ではその頃 EU のように広く BPA を禁止する流れは強くなかったので、 IKEA のその先進性がより目立っていたと思います。日本では今でも BPA が全面禁止になったわけではないので、そういうところが気になる方にとってもこの商品は選びやすい食器だと思います。カトラリーセットもカラフルバージョン出ていました。うちはこのスプーンセット、この売り場にちょっとなかったんですけど使ってます。今でもサイズ感がちょうどいいんですよ。大人用はちょっと大きいし、でも赤ちゃん用のは小さすぎるしみたいな、お子様にぴったりです。またまた食器を紹介します。たくさん出てますよ。すごく綺麗なターコイズカラーの食器が出ていました。こ
ちらはいかにも頑丈そうな強化ガラス製です、ね、陶器っぽく見えると思うんですけどガラス製なんです。食洗機、電子レンジ OK となっています。もう色がほんと春らしく食卓が華やかになりそうです。プレートなんですけどちょっと深さがあるっていうか縁がしっかりあるタイプで多用途に使えそうだなと思いました。面白いのが3種類出てるんですけど、この種類全部プレートなんですよねサイズ違いで3種類出ています。大中小、一番大きいタイプはもうサービングプレートかな。結構大きめだと思います。何に使うんかわからんと思ったんですけど、めちゃくちゃ可愛いスプーンが売ってました。なるほど、ティースプーンだったんですね。可愛いです。サイズ感伝わるかなと思って手をかざしておりますが、伝わりますでしょうか。ジャムをすくったり蜂蜜をかけたりする時にも使えそうですね。この4色ともめちゃくちゃ可愛いです。もう私は今走ってます。なぜかというと、ずっと早く欲しいなと思っていた商品がついに入荷したからです。競歩のように歩いています。はい、こちら照明コーナーなんですけども、ありました。こちらのライトです。皆様ご存知でしょうか。とりあえず一つゲットしたので安心して撮影ができます。ドーナツ型のランプでして、置いて使ったり壁にかけて使ったりするデコレーション用のライトです。こちらのオレンジ色のライトご存知の方多いんじゃないでしょうか。めちゃくちゃバズりまして、世界中で大人気のライトなんですけども、これの新しいバージョンとして今回出ました。マットな白い質感に変わりまして、さらにリモコンでカラフルに色を変えられるという仕様に変わりました。リモコンもセットで販売されています。残念ながらコードレスにはならなかったんですよ。どうしてもね、壁に設置するとケーブルが目立っちゃうんですよね。ということで購入してきましたので、早速開封していきます。ガラス製なので結構重みはあります。梱包材込みで 2.26 キロと書かれていました。今回もコラボデザイナーはサビーネさんです。光を使った表現で有名なデザイナーさんです。やっぱり白いいですね。自分の好きな色に設定できるっていうのがとてもいいなと思います。でマター対応になってるんですけども、マターっていうのはこのスマート電球の規格ですけども、そういうの難しいの分かんないよっていう方も安心して使えるようになってまして、もうすでにこのリモコンとペアリングされています。なのでもう単純に色を変えたりオンオフしたいだけでしたら、もうこのまま電池を入れるだけで、電池は別売りですけども単4電池2本必要です。電池を入れるだけで使うことができます。これはね、ありがたいですよね。どこに飾るか決めないまま買ってしまったので、一旦ここに置いてますけども、大きい丸を押すとオン、小さい丸を押すとオフです。で2回カチカチっとクリックすると色を変えることができます。さらに長押しすると明るさも変えることができます。でまた対応のハブをお持ちの方は、もちろん IKEA のじゃなくてもいいので、お持ちの方はハブに接続するともっとこうスマホから操作できたり、いろんな色に変えたりですとか、あと時間でオンオフしたりすることができるようになります。で私は IKEA のハブを使ってますけども、その時一つ注意点だなと思ったのは、一度この電気側を長押し、スイッチを長押ししてリセットしないとハブと接続できませんでしたのでご注意ください。はい、ハブにつないで使おうかなと思っている方はその点覚えておいてください。また対応のハブって何って方は以前の動画をリンクに貼っておきますので、そちらをご覧になっていただけたらなと思います。ちょうどまた対応の電球とかも IKEA で始めたみたいですね。まだ変えてませんが、でこのリモコンは私単体でも購入してまして、とても気に入っています。操作性すごくいいですし、
見た目がスタイリッシュで本当にいいなと思います。ドーナツライトの方はですね、もうちょっと高い位置に置こうかなと思ってます。壁に設置するのもちょっと試してみたいなとは思ってますが、結構出っ張るんでね、いろんな場所を試してみたいなと思います。はい、店舗戻りまして、いっぱい新商品紹介していきます。こちらはチェアパッドです。ちゃんと紐がついているものになります。IKEA のチェアパッドは洗濯機で洗えるものが多いのでおすすめです。こちらも洗濯機で洗えると書かれていました。こちらはお花など自然がモチーフになっていてとても素敵です。同じシリーズのクッションカバーなども出ていたと思います。コーディネートしやすいですね。あとこちらも中身入りのクッションなんですけども、すごく高見えする素敵なものがありました。刺繍になってまして、すごく繊細なデザインで素敵なんですよ。で、裏も可愛くてボタン式になってます。ちょっとクラシックな雰囲気がして可愛らしいですよね。ストライプ柄なのも素敵です。ちょっとパイピングもあって、細かいところまで素敵なデザインだなと思いました。お値段もちょっとしますけど、実際高見えするデザインだなと思います。こんなね、ラフに積み上げられてますけども、クッションカバーもいろいろ出ています。こちらはちょっと枕みたいな横長タイプのクッションカバーなんですけども、ブルーの葉っぱでしょうかのモチーフのクッションカバーが出ていました。長方形のクッションカバーって意外とリズムが出ていいんですよね、置くと。あとはですね、とても夏らしい柄のものがたくさん出ていました。こちらは結構蛍光色っていうか、はっきりしたショッキングピンクが入っていて元気な色でした。こちらもね、なかなか大胆な柄でしたね。リゾートみたいな雰囲気になりそうです。めちゃくちゃいいなと思ったのがこちらですね。淡いピンクカラーなんですけども、このポコポコしたね、表面がすごく可愛いです。立体感があるといいですよね。陰影がついて、文字なんですけども表情は豊かに見えます。この周りのと比べてもまたみんなそれぞれピンクの色味が違って面白いなと思って見ていました。ずっと待ち焦がれていた Bluetooth スピーカー兼ライトが店頭に並んでました。ヨーロッパや北米の方はもうおなじみかもしれないんですが、アジアにはねまだ来てなかったんですよ。だいたい半年ぐらい遅れて入ってきます。もうこれは買うと決めていたので、もうライトこの時私ドーナツライトも担いでたのでもう重かったんですが、買って帰りました。ちょっと今回動画の尺が長くなってしまったので次回紹介します。皆さんこの3色ならどれを選びますか？私はこのベージュを選びました。いや、黒もかっこいいなと思ったんですけどね。はい、また次回紹介します。結構レジって並んでるなって印象あると思うんですけど、アプリでスキャン&ペイっていうやつを使うと優先レーンエクスプレスレジを使えるので並ばなくて済むのでおすすめですよ。最後までご覧いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。